いつもご視聴いただきましてありがとうございます。日中もだいぶ涼しくなり快適だなぁと余裕ぶっこいてたら胸元ががっつり V 字に日焼けしてしまった竹千代です。よろしくお願いします。さて今回は知る人ぞ知るボリューム満点なコスパの良いラーメン屋さんにやってきました。場所は静岡県立沼津工業高等学校、略して沼高から東と言っても分かりにくいですかね。100から150メートルぐらい山の方に向かった道路沿いの右側にあり、開店したらすぐにお客さんでいっぱいになってしまうこちらのお店は沼津市下鹿貫にありますラーメン忠次郎さんです。営業時間は11時30分から13時30分と17時から19時30分で、定休日は火曜日の夜と水曜日となっております。駐車場はお店の目の前に5台止めることができますが、すぐにいっぱいになってしまうので、満車の際は第2駐車場も用意されているので、そちらに止めることになります。また混雑具合によってはお店を早じまいすることもあるようなのでご注意ください。来店の際は早めに来といた方がいいってことですね。それでは行ってみましょう。お邪魔します。客席はカウンターが7席に、カウンターの後ろに2名用テーブルが1つと4名用テーブルが2つ、またお座敷も用意されており、4名用テーブルが3つの最大29名入店できます。お子様連れやご家族の来店でもゆっくりと食事ができそうですね。それではメニューを向いてみましょう。まずは麺類から、醤油ラーメン、半ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、ふっつけ麺、ピリつけ麺、タブつけ麺、野菜ラーメン、タンメン、銀ギラーメン、キムチラーメン、もやしラーメン、ネギラーメン、チャーシュー麺、ネギチャーシュー麺、つけ麺チャーシュー、味噌チャーシュー麺、カラカラーメン、カラチャー、もつら、天津麺、忠次郎1、忠次郎2、スパカラ、プバラー、そして夏季限定の冷やし中華の醤油、ごまだれ、塩になります。続いてご飯類です。チャーハン、半チャーハン、天津丼、中華丼、ライス、半ライス、チャーメンゴ、半チャーメンゴ、カレーライス、半カレーライスです。続いて一品物から鶏の唐揚げ、ニラレバ炒め、野菜炒め、麻婆豆腐、ホルモン炒め、焼肉、餃子、チャーシューメンマ盛り、キムチ、ルバ、チャーシュー、メンマ、ネギ盛り。麺大盛りはプラス150円で、定食にはプラス300円でできるようです。また一品物、ご飯物はお持ち帰りも可能のようです。裏面はランチメニューです。 A から順番にメインのみ紹介していきます。天津丼、麻婆豆腐、鶏唐揚げ、半チャーハン、野菜炒め、餃子、火曜日限定のカレーライス、チャーメン後に半ラーメンや半ライスがつき、半ラーメンはプラス100円で普通のラーメンに変更が可能で、ラーメン、半ラーメンともに塩味か味噌味に変更できるみたいですが、味噌味変更の場合はプラス200円かかるようです。あとはドリンクメニューとなっており、ビール、焼酎、サワー、ノンアルコールにソフトドリンクがあります。卓上サービスはこんな感じになってます。ブラックペッパーの後ろに七味と一味が隠れてます。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。ランチメニューの D、 半チャーハンとラーメンと小漬けのセット、税込み1050円です。ラーメンスープの変更などはしてないため、普通の醤油ラーメンになります。小漬けは冷ややっこで、驚きなのはこの半チャーハンです。このサイズで半って他では普通サイズといった感じです。ラーメンと見比べると半とは思えない大きさです。それではまずはラーメンの方からいただきます。麺は歯切れの良いもちもちとした食感の中太麺です。ストレートというよりは若干縮れているため、さらっとしたスープもしっかりと麺に絡んで美味しかったです。続いてはスープです。あっさりとしていながらほんのりと甘みが感じられるとっても美味しいスープです。塩味に変更しようか悩みましたが、まずは醤油にして正解でした。次回は塩味かプラス200円で味噌味に変更してみたいと思います。続いてはチャーシューです。味食感ともによく美味しいのですが、薄く切ってあるため少し物足りなさを感じます。チャーシュートッピングやチャーシュー麺のセットがあったら最高なんですけどね。こればっかりはどうしようもないですね。その他の具材はメンマ、ナルト、海苔、ネギが入ってます。昔ながらのラーメンが好きって方にはきっとハマる一杯だと思いますよ。続いては半チャーハンという名の普通サイズ以上に見えるチャーハンです。チャーハンの具はシンプルなチャーシュー、
卵、ネギとなっており、チャーハン自体はしっとり系のタイプで、味付けもちょうど良い味付けというか塩加減。昼からがっつり食べたいぞという方には美味しいし、とても良いセットだと思います。また小漬けの冷ややっこも久しぶりに食べたらすごく美味しかったです。こういうちょっとしたおまけみたいのってなんか嬉しいですよね。続いてはご飯物のメニューから中華丼税込み900円です。パッと見た印象としては具沢山でとてもボリュームがあります。中華丼って塩スープのあんかけ的なイメージがありましたが、こちらの中華丼の味付けは稲取名物の肉チャーハンのような甘めのタイプで、これもまた美味しいです。もちろん肉チャーハンとは別物ですから比較のしようがないかもしれませんが、こちらの方が具沢山な分若干得した気分になれます。少し気をつけるとしたら、激アツな状態で提供されるため、いきなり口の中に入れるとやけどする可能性があるので、猫舌の方は注意が必要かもしれません。あと味付けは結構濃いめなので、濃い味派の方で甘い味付けが好きという方はこれもきっとハマると思いますよ。あとこれも嬉しいポイントですが、チャーシューが先ほどのラーメンよりも分厚くて大きいことです。たまたまかもしれませんが、厚みがあるのに柔らかくてすっごく美味しく感じました。またこちらの中華丼についてくるスープは醤油ベースに優しい酸味のあるスープでさらっと飲めて美味しいです。またスープの量もまあまああるので、ボリュームたっぷりの中華丼とのバランスも良く、お腹いっぱいになること間違いなしです。続いては餃子税込み450円です。ここまで豪快な羽根付き餃子を見たのは初めてかもしれません。がっつりと羽がつくことで見た目のインパクトもそうですが、なんかちょっと得した気分になるのは私だけでしょうか。そして気になるお味の方はしっかりとした味付けが美味しく、あんもぎっしりと入っており、外見だけではなく中身のインパクトも良く、個人的にはニンニク感が弱めのところも嬉しいポイントでした。そしてこの大量の羽も残すことなくきっちりと食べましたよ。なんかこの羽と酢醤油だけでもご飯が美味しく食べれるんじゃないかと思いました。今回は沼津市下鹿木にありますラーメン忠次郎さんにお邪魔させていただきました。ランチメニューのコスパの良さ、美味しさにも満足で、単品の中華丼、餃子もとっても美味しかったです。そういえばメニュー表の中でスパカラ、ブバラ、ブバってあったじゃないですか。気になって少し調べたところ、スパカラは酸っぱ辛いスーラータンメンのことで、ブバラはトロトロの豚バラのラーメンのようです。一品のブバはトロトロの豚バラの単品ってことなんでしょうね。実際に注文したわけでも実物を見たわけでもなく、誰かの書き込みを見ただけなので本当に合ってるかは分かりませんが、気になる方はぜひ注文して確認してみてください。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。